こちらの動画は15カ国語の翻訳字幕が使えます。はいどうも皆さん、こんにちは、ひでチャンネルです。今回はみんながハマる斜め顔のよくある間違いトップ3ということでやっていきたいと思います。このチャンネルを見てくださっている人からたくさんのコメントをいただくんですけど、そんな中で特に多いのが、斜めの角度の顔がうまく描けません。どうしたらうまく描けますか？という内容のものなんですよね。斜めの顔ってイラストや漫画、アニメなどでキャラクターを描くときに非常に多く出てくるので、絵を描くお仕事をやっていくためには斜めの顔がうまく描けるということは必須になってくるんですけど、これがうまく描けずに苦戦している人も多いのではないでしょうか。ということで今回は斜めの顔を描くときに意外と見落とされがちな3つのポイントについて解説していきたいと思います。この動画を見ていただくことで、斜めの顔を描くときについやってしまう陥りやすい3つの罠と、その罠にはまらないためにはどう描けばいいのか、ということが分かっていただけると思いますので、斜めの角度の顔がうまく描けない人、なんとなく違和感を感じているという人は、ぜひ最後までご覧ください。また、このチャンネルではこれからアニメーター、イラストレーター、漫画家など絵を仕事にしたいと考えている人に向けて有益な情報を発信していますので、よかったらチャンネル登録と新着動画をいち早く見られるように通知設定の方もよろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。ということで早速ですが、斜め顔を描くときについやってしまう3つの罠の1つ目から見ていきたいと思います。斜め顔を描くときについやってしまう3つの罠の1つ目は、顔の側面を考えずに描いてしまうということです。どういうことなのか具体的に見ていきましょう。まずは斜めの角度の顔を描くときに顔の側面が意識できていない描き方で描いてみます。こんな感じに描き上がりました。いかがでしょうか？一見これでも良さそうに見えるんですけど、この部分に注目してください。目の端から耳までの距離が極端に短いですよね。これが顔の側面が意識できていないということになるんです。なぜこういう描き方になってしまうのかというと、それは顔を立体として考えていないからなんですよね。人間の頭は当たり前なんですけど、立体でできています。真上から見ると意外と角張っているのがわかると思います。ですので、顔を描くときは顔のパーツが入る前面と横から見たときに見える部分の側面を分けて考える必要があるんですよね。そして横顔を見てもらえるとわかるんですけど、人間の顔って実は目から耳までの距離が結構あるんですよね。顔の側面のちょうど半分ぐらいの位置に耳が来るのが一般的だと思います。ですので、斜めの顔を描くときにこんな感じで斜めの顔の側面を短くしてしまうと違和感を感じる原因になるんです。実際の人物の写真をいくつかお見せしますが、斜め顔の時に目から耳までの距離が結構あることがわかりますよね。じゃあどうすれば側面を意識した斜め顔が描けるのかというと、両線を描いてあげることが重要になってきます。両線とは面と面を分ける線のことを言うんですけど、顔を描くときにこの線を描いてあげることで目から耳までの距離感を正しく取ることができるようになるんですよね。これを踏まえて先ほど描いた絵を下敷きにして顔の側面を意識した描き方で描き直していってみましょう。こんな感じに描き上がりました。いかがでしょうか？ちょっとした違いなんですけど、側面の意識がない左の絵に比べて側面を意識して描いた右の絵の方がより自然になったのではないでしょうか。このくらいの角度の顔だとそこまで差が出ないのかもしれませんが、例えばもっと横顔に近い奥の目が鼻の立体で隠れるぐらいの斜めの角度の顔を描こうと思った場合、側面が意識できていないと顔のパーツをどこに配置していいのかわからなくなってしまう恐れがあるんですよね。どんな角度の斜めの顔でもしっかり描けるようになりたい人は、ぜひ斜め顔は顔の面を意識して描くということを覚えておいてください。顔を立体で考えて前面と側面が意識できていれば、目から耳までの距離感を正しく取ることができるので、皆さんもぜひやってみてください。ここで一つ重要なポイントがあります。実はこの側面を意識するという書き方はキャラクターによっては当てはまらないことがあるんです。例えば推しの子のキャラクターデザインを見てください。斜め顔なのにもかかわらず顔の側面が非常に短いですよね。
こういったキャラクターは顔が綺麗に見えることが非常に大切になってくるので、斜め顔でもあえて顔の側面を短く描いているんですよね。そもそもキャラクターデザインとして目と耳が非常に近いということも考えられます。ということで、ここでは描きたいキャラクターの見栄えによって顔の側面を調整することが大切ということを覚えておいてください。斜め顔を描くときについやってしまう3つの罠の2つ目は、鼻の位置を適当に描いてしまうということです。まずは先ほど同様よくある間違いの例から描いていってみましょう。今度は側面を意識した顔の当たりを使って描いていきます。ここまではいいんですが、皆さんは斜めの顔を描くとき、鼻の位置をどこに描いていますでしょうか？こんな感じで描いちゃっている人が結構いると思うんですけど、実はこれもついやってしまう描き方の一つなんですよね。では、なぜこの鼻の位置がいけないのかというと、鼻を立体として意識できていないからということになります。どういうことか具体的に見ていきましょう。鼻の形を分かりやすくするために、こちらのキャラクターの横顔を描いていってみたいと思います。キャラクターによって横顔のシルエットは変わってきますので、自分の描きたいキャラクターに当てはめて考えてほしいんですけど、横から見た時の顔の中心を通る線、いわゆる正中線はこんな感じになっていて、鼻の部分は眉間と顎をつないだ線からこんな感じで出っ張っていることがわかると思います。これを踏まえて先ほどの斜め顔にも同じように線を引いてみましょう。まず顔に正中線を描いたら、眉間と顎を結ぶ線を描いて、この間を塗りつぶします。これを先ほどの横顔と比較してみると、鼻の出っ張りが横顔の時とほとんど一緒になりましたね。つまり、この斜め顔の鼻は横顔と同じ向きでついているということになります。ちょっと強引な説明になっちゃったかもしれないんですけど、何が言いたいかというと、斜め顔の時は鼻の立体を意識してほしいということなんですよね。斜めの顔を描くときは、鼻の立体をこんな感じの単純な立体に置き換えて描いてみてください。そして正中線をその上に補助線として描いてあげれば、鼻の位置を間違えることなく描くことができると思います。ただこちらもキャラクターによっては鼻の位置がデザインとして描かれている場合がありますので、絵の見栄えを考えて臨機応変に対応するのが良いかと思います。次回後編では斜め顔を描くときについやってしまう3つの罠の3つ目の解説と、実際に色々な角度で斜めの顔を描いていってみたいと思います。ここで重要なお知らせ。ライブ配信で描いた絵をまとめた本、イラストスキルアップのための絵の練習ノートがブースにて発売中です。下書きと線画がセットになっていますので、手癖や迷い線、人物を描くときにどこにポイントを置いているのか、どこを省略しているのかなど、絵を描くときの参考に、ポーズ集としてポーズのアイデアの参考にも使える一冊となっていますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。また、ひでチャンネルオンラインサロンでは平日毎日日替わりで教材を使って解説しながら進める絵の講習会やイラスト添削など、絵が上手くなりたいと思っている人に向けていろいろなことを発信しています。コミュニティも充実していますので、もっと一緒に勉強したい方、お絵描き仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。